お役に立つ動画投稿を目指します。チャンネル登録お願いします。4月26日、14時30分。山から町場湖へ文法軍が入居しているところでした。この鉢場の営曹軍は、下痢便をたくさん残し消滅していました。文法について、ニホンミツバチは文法と呼ばれる行動をとります。通常、文法は巣の中で新しい女王蜂を育て、主に春から夏にかけて行われます。文法を開始すると、女王蜂は巣から出て新しい場所に移動することになります。一部の働き蜂は女王と共に移動し、新しい巣を作ります。文法はニホンミツバチの群れにとって自然な行動であり、群の密度を調整し、生存を確保するために重要な役割を果たします。ニホンミツバチは果物や野菜などの多くの作物の受粉を担っています。また、ニホンミツバチが採取した蜜はビタミンやミネラルなど人体に必要な栄養素が豊富に含まれています。そのため、ニホンミツバチが受粉によって作物の収量を増やすだけでなく、私たちの健康にも貢献していると言えます。しかし、最近では外国から持ち込まれた赤リンダに、環境汚染や気候変動、害虫駆除のための農薬の使用などによって、ニホンミツバチの生息数が減少していることが懸念されています。私たちが食べるものや健康にも関わる大切な仕事をしているニホンミツバチに対して、私たち自身も意識を高めて保護する必要があります。熱殺蜂球について、ニホンミツバチはスズメバチを熱殺蜂球という方法で殺すことが知られています。スズメバチはニホンミツバチの巣に侵入し、働きバチを襲って幼虫や蜜を奪おうとします。しかし、ニホンミツバチはスズメバチを発見すると、腹部の体温を上げて熱殺蜂球を作り、スズメバチを包み込んで殺すことがあります。熱殺蜂球はニホンミツバチが体内で発生させる熱を利用して作られます。ニホンミツバチは特定の筋肉を使って体温を上げ、スズメバチを包み込むことで体温を上げてスズメバチを熱死させます。この行動は巣の防衛のために重要であり、生き残りにも大きな影響を与えています。ニホンミツバチの性格・習性について。ニホンミツバチは人と接することに慣れているため、一般的に人懐っこいと言われています。ニホンミツバチは巣箱にオオスズメバチが寄りつくと甲高い羽音で飼い主にしがみつき、急を知らせることがあります。しかし、彼らは依然として野生の生き物であり、適切な扱いが必要です。蜂に対する注意を怠ると、刺されたり攻撃されたりする可能性がありますので、蜂と接する際には十分な注意を払うことが大切です。セイヨウミツバチとの関係。セイヨウミツバチがニホンミツバチの巣箱から蜜を盗むことはよく知られています。このような行動は、競合するミツバチ同士が同じ場所で蜜源を分け合うために起こることがあります。セイヨウミツバチはニホンミツバチの巣箱から蜜を盗む際に、力の劣るニホンミツバチを捕まえて離さず、胃の中の蜜を吐き出させて吸い取ることもします。セイヨウミツバチが一旦ニホンミツバチの巣箱に侵入して糖蜜で味を占めると大挙して襲来し、貯蜜をすべて奪います。セイヨウミツバチを飼うことは地域のニホンミツバチに少なからず影響を与えます。また、セイヨウミツバチの不適切な管理により、逃げ出したセイヨウミツバチが野生化していることも問題です。ニホンミツバチの登居。次のような状況でニホンミツバチが登居することがあります。ミツバチの巣箱の管理が不適切である場合、ニホンミツバチは巣箱から逃げ出すことがあります。例えば、オオスズメバチが巣箱に飛来した、巣箱内の温度や湿度が適切でない、巣箱内に十分な食料がない、巣箱内に巣虫が発生しているなどの理由で、この蜂は巣箱から逃げ出すことがあります。また、農薬散布やその他の化学物質の使用が巣箱の近くで行われた場合、巣箱内の蜂は影響を受け、逃げ出すことがあります。最近では、環境汚染や気候変動など、環境の変化が原因でニホンミツバチが登居することもあります。例えば、変化した気温や降水量がこの蜂の生息に適していない場合、この蜂は巣箱を離れることがあります。しかし、ニホンミツバチは私たちにとって非常に重要な存在であるため、彼女らの生息環境を守り、維持することが重要です。ニホンミツバチの蜂蜜。ニホンミツバチが作る蜂蜜は、日本の風土や気候に適した花粉や植物から採取されるため、地域によって味や色、香りが異なります。一般的に、ニホンミツバチの蜂蜜は深みがあり、
風味が豊かであると評価されています。また、花粉の種類によって健康や美容に良い効果があるとされる成分が含まれる場合があります。視床について、ニホンミツバチは一般的に穏やかな性格を持つミツバチであり、人を刺すことはあまりありません。ただし、巣箱や群れを威嚇された場合、スズメバチが巣箱に飛来した場合、巣箱付近に除草剤をまかれた場合などに人を攻撃することがあります。ニホンミツバチによる死傷事故は稀に発生する可能性がありますが、一般的には巣箱に接近しない限り起こりません。しかし、ニホンミツバチの巣箱に近づいたり、不用意に巣箱に触ったりすることは避けるべきです。刺された場合、人によってはアナフィラキシーショックなどが起きることもあります。ニホンミツバチからのメッセージです。私たちは人が巣箱を用意してくれて、オオスズメバチの襲撃から私たちを守ってくれるので、とても感謝しています。でも、時々住宅やお墓に巣を作って駆除されます。私たちは人と仲良く暮らしたいです。私たちを守ってください。
文法軍の町箱への入居に遭遇して14分経ちましたが、まだ入居が続いており、この軍は大きいようです。このため重箱2段では狭すぎて投居するかもしれません。すぐに継ぎ箱をする必要がありそうです。この蜂は腹部の先端を白くして持ち上げ、集合フェロモンを放出しています。女王のいる文法軍は入居すると、ニホンミツバチを誘引する金梁片への関心をすぐに失います。金梁片を隣の町箱へ移動します。この蜂場は年に3回ほど見回っていて、この軍は去年の秋に入居しています。今月、4月初めには出入りを確認していました。蜂の死骸がないことから投居したことがわかります。投居した原因はわかりません。この蜂はこのように、時々投居します。巣箱は約10キロの重さがあり、貯蜜を残して投居しています。育児中の幼虫は見当たりません。ニホンミツバチの女王は古い巣板への産卵を嫌います。この蜂は巣板が古くなると投居することが多く、同じ巣に3年以上住み続けることは少ないです。年に2回しか見回らない巣箱も多く、採蜜目的ではなく、営巣場所を提供すれば良いと考えています。4面巣門にしておけば、巣くずが巣箱の底にたまることはほとんどありません。1面巣門では巣くずが底にたまり、巣虫が発生しやすいです。